来週どこ行く？ホリデーでやりたいことまとめ。じゃあスパルと申します。さあ今週もやっていきましょう。来週どこ行く？いよいよホリデー2025が始まります。楽しみすぎる。ポケモンスリープ的にはかなり重要な年末のお祭りってことで、ここでやりたいこと、やっておくと良さそうなことを改めてまとめておきたいと思います。注意点なんかもありますね。ホリデーでやりたいことって基本的には来年も有効であることが多いかなと思いますので、なんとなくでも情報をさらっておいてほしいなと思います。それでは参ります。ってことで、まず最初にホリデー2025の概要をざっくりとおさらいしておきたいと思います。詳しい解説や考察に関してはこちらの動画をご覧ください。ちなみに春クジラのお腹の上根はないっぽいですね。でかそうで何よりです。といったホリデー2025、若草本島か若草 EX で開催されます。リサーチの夢のかけら2倍、25日と最終日は3倍、夢のかけらゲット S の効果量も2倍、ミニじゃないアメブースト開催、ドリームギフトやスリープポイントのプレゼント、氷タイプと鋼タイプ強化、新登場トゲデマル、アルクジラ、ホリデータマザラシ、そして過去のホリデーのポケモンたちもピックアップされ、色違い確率もアップといったボーナスもりもりなホリデー2025となっております。ってことで、ホリデーでやりたいこと大きく3つなんじゃないかなと思います。1、夢のかけらを稼ぐ。2、ポケモンをゲットする。3、アメブーストする。こうかなと思います。こちら順番にお話ししていきます。まずは夢のかけらを稼ぐ。ここが無課金的には一番重要なところかなと思います。というのも、鍋の拡張に必要な夢のかけらの量がもうとんでもないことになってきているので、これ以上増えるようであればマジでレベル上げにかけら使ってる場合じゃないみたいな、1年かけて鍋拡張のためのかけらを集めるゲーみたいなことになっちゃいそうですよね。ってことで、ホリデーの重要度も年々高まっているような気がします。そんなね、重要度が増している夢のかけら集め、やれることは基本この4つなんじゃないかなと思います。エナジー稼ぎ、各種お香、夢のかけらボーナス、夢のかけらゲット S ってことで、こちら順番にお話ししていきます。まずエナジー稼ぎ、リサーチの質を高めてリサーチ報酬を増やすってことが分かりやすく夢のかけら集めにつながりますよね。毎回のリサーチで必ず手に入るものなので、他のイベントよりも重要度が高いと言えるでしょう。ハロウィンの飴2倍とかもエナジー稼いだ方がいいんですけど、欲しいポケモンが出てくるかどうかって分かりませんもんね。ホリデーはその分、稼いだ分にしっかり応えてくれるようなイベントになっています。ただし注意点というか、通常の若草本島では稼げば稼ぐだけ答えてくれるというわけでもなく、2億眠気パワーくらいからぼちぼち答えてくれなくなっちゃうんですよね。いわゆるリサーチの下振れ、頭打ち的なやつですね。2億を超えたくらいから3億になっても4億になってもリサーチ内容が似たような感じになりがちだったりとかします。これがね、 EX の場合は10億眠気パワーを超えたくらい、マスター20を超えてからは頭打ちなんじゃないか、下振れしだすんじゃないかと聞いたことがあるんですけど、無課金的には多分5年後とかの話だと思うので、あんまり気にしなくて大丈夫です。通常若草に行かれる方は、ざっくり2億眠気パワーくらいを一つの目安にしてもらって、それ以降は例えばニューイヤーのために準備を始めるとか、もっと眠気パワーを稼ぐ場合でも、例えば来光のお香で星3寝顔が抽選されるおよそ2億5000万眠気パワーぐらいまで上げようとか、マスター20まで上げようとか、いや4億ぐらいまで上げて2億2億で分割睡眠するんだとか、なんかね、とにかくエナジーを稼ぐというよりは目的に応じたエナジー稼ぎを頑張ってもらえたらなと思います。ってことで、まずは最もわかりやすいエナジー稼ぎでした。お次、各種お香。各種って言ってるんですけど、夢のかけらを2倍にしてくれる幸運のお香とポケモンたちのお香のことですね。幸運のお香は言わずもがなかと思うんですけれども、ポケモンたちのお香に関しても伝説のポケモンのお香などリサーチ報酬の大きなポケモンのお香を使う絶好のタイミングかと思います。
ポケモンのお香の報酬については、レノンクスポケスリ攻略ツールさんが作成されたこちらの表がかなり参考になるかと思います。ぜひ見てみてください。こちら EX におけるポケモンのお香の夢のかけらランキングになっておりまして、EX で使えるお香の中で星1から3までの平均でランキングされたものになっています。星4は含まれていないので、星4があるポケモンたちのかけら期待値ってもう少し高くなりますね。これね、見てみると面白いのが、ライコウ、エンテ、スイ君だと、最初に登場したライコウが一番夢のかけらが多くなってるんですよね。クレセリアもそんなに高くないっていうね。で、この部分が、星3ネガオが抽選される推定の眠気パワーになっています。例えば、ライコウの星3ネガオは、5億7000万眠気パワーくらいから抽選されていて、クレセリアの星3は6億7000万くらいからみたいな感じですね。ライコウは比較的低い眠気パワーでも上位の寝顔が抽選される割には夢のかけらの配分が多いっていう、とてもホリデー向きのお香なんだっていうことが分かったりしますね。ライコウの 5.7 億はいけるけど、クレセリアの 6.7 億は無理そうだなっていう方は、最終日の眠気パワー3倍デー夢のかけら3倍デーとかでは、ライコウのお香を使うつもりで最後まで温存してみるなど、そういったこともね、意識してもらえたらなと思います。で、5.7 億は仮にキャンチケありでもきつすぎない TB のパルとしては星2のラインが知りたかったりするんですよね。ってことで超ざっくり目安となる眠気パワーもいくつかご紹介していきたいと思います。まずはホリデー玉ざらし。星2ネガオは推定2000万眠気パワーかと思われます。おそらくね、ホリデー玉ざらしは星2ネガオまでしかないんじゃないかなと思われます。通常の玉ざらしの EX における星2が2000万ないんじゃないかと推定されているみたいなので、ホリデー玉ざらしのお香は初日に使っちゃうのがいいんじゃないかなと思ってます。このお香ね、イベント終了後も若草系のフィールドではずっと使うことができるんですが、使わないとバッグを圧迫してしまいますし、かけら的にそんなに美味しいわけではないと思うんですけど、他のお香を使っても初日の眠気パワーだと微妙かもなーみたいな時にはさっと使っちゃっていいんじゃないかなと思っています。お次、アルクジラ。こちらもお香があると思います。アルクジラの星4ネガを推定 1.7 億眠気パワーくらいかと思われます。ハロウィンで追加されたバケッチャが通常若草ではおよそ5000万眠気パワーあればお腹の上根まで抽選されるらしく、若草 EX では 1.4 億ほどで星3、1.7 億ほどで星4が抽選されているらしいので、2日目とか3日目あたりに使うのがおすすめになるでしょうかね。言うてもね、フィールドボーナスが上がっていないと EX で2日3日で 1.7 億って結構大変ですよね。お次、トゲデマル。トゲデマルの星4ネガオは推定 4.7 億ほどかと思われます。デカ盛りのミカルゲが通常若草本島では 1.8 億ほどでお腹の上根まで抽選されていそうで、 EX ではおよそ 4.3 億で星3、4.7 億で星4らしいです。で、ぶっちゃけ星3の 4.3 億もなかなかきついじゃないですか。ってことで、星2ネガオは 1.6 億ほどとなっているようなので、こちらはね、アルクジラのお香よりも最低保証になる星1が強いと思われるので、人によっては眠気パワー3倍の木曜日で使うとか、週末であればなんとか 4.7 億届きそうだなーっていう時は、そういうタイミングで使うとかね、そういったことを意識してみてください。なおね、このトゲデマルのお香とか、ミカルゲのお香もそうなんですけど、通常フィールドにおける星3ネガオと EX の星2ネガオだと、通常フィールド星3の方が報酬多くなるみたいなので、そもそもトゲデマルのお香をホリデーで使うかどうかっていうところに検討の余地があるんじゃないかなと思います。それこそね、ニューイヤーとか次のキャンペーンに回してもいい気もしますね。お次、伝説のポケモンのお香。星2ネガオのラインは、ライコウが 3.2 億、エンテイが 3.3 億、スイ君が 3.5 億、クレセリアが 3.6 億ほどとなっているみたいです。できたら木曜日のかけら3倍デーにこのラインまで持っていきたいところでしょうけれども、私は無理でしょうね。ってことで、その木曜日のクリスマスのかけら3倍デーではいっそクレセリアのお香を置いたりとかしてもいいかもしれませんね。一応星1ネガオとしては最もかけらが多くなってます。また
通常若草本島の星23ネガオのラインは、来光が 1.2 億、2.5 億、炎帝が 1.3 億、2.7 億、水君が 1.3 億、2.8 億、クレセリアが 1.4 億、2.9 億ほどとなっているみたいです。通常若草ではね、星2、3が抽選されているかどうかがかけら期待値に大きく影響してくるかなと思うので、なるべく条件を満たした状態でお香を置いてもらえたらなと思います。ってことで EX におけるざっくりモデルケースとしては、初日にホリデー玉ざらしのお香、2日目に 1.7 億いってなかったら水君のお香、3日目に 1.7 億いけていたらアルクジラのお香、4日目かけら3倍デーになるんですが、ここで 3.2 億いってたら来光を置きたいんですけど、多分無理なのでクレセリアで、5日目以降は 3.3 億を超えてから炎帝のお香を使いたいし、できたら6日目に 4.7 億まで行ってミカルゲかトゲデマルのお香を使いたいし、最終日かけら3倍デーは 5.7 億まで行って来光のお香を使いたいんですが、無理かなと思うので最終日に来光の星2ネガオのラインである 3.2 億には乗せたいかなっていう感じでしょうかね。で、注意事項というか、パルはね、伝説ポケモンの色違い狙いのために伝説のお香を4種類全てここで使う気でいるんですけれども、夢のかけらのみが狙いなのであれば、周年イベントではかけら 2.5 倍リサーチが来る可能性があります。今年のお祝いフラワーがそうだったんですよね。初日に使えばかけら 2.5 倍ウィークになります。倍率的にはホリデーの一番高い部分3倍に次いで2番目に高くなるはずなので、そのタイミングまで温存しておくっていうのも一つ選択肢に入れてみてください。周年でね EX に行くかどうかとか、結局眠気パワーのボーダーがどうだとか考えなきゃいけないこともあるんですけれども、かけら狙いであれば半年以上先になっちゃうんですけれども、そちらもご検討ください。といったタイミングが重要な各種お香についてでした。さあ、かけら稼ぎ3つ目は夢のかけらボーナスです。これはそのまんまリサーチの夢のかけらを 1.06 倍にしてくれる金スキル夢棒のポケモンを編成してお休みするという方法ですね。かけら3倍デーだったりとか、伝説のポケモンのお香を使うタイミングなんかでは採用してみるのも面白いかと思います。これだけね、かけらもりもりのタイミングだと 1.06 倍も侮れなくなりますよね。で、メンバーチェンジに伴う元気管理については、元気枕などで補填するのも悪くないのかなと思います。個人的にはね、元気枕も意外と使うタイミングないがちかなと思うので、年始に向けてね、バッグをちょっとアメウロボとかニューイヤーパックとかで開けておきたいなという思いもあるので、使っちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。そんな夢のかけらボーナスでした。かけら稼ぎラストは夢のかけらゲット S スキルですね。マルノームやルカリオが持ってるあれです。残念ながらドンカラスの強運は対象外となるみたいですね。あっちはデカ盛りで強くなります。ホリデーは夢のかけらゲット S のポケモンたちにとっても年一のお祭りとなることでしょう。能力によってはね、1日1万から2万かけらとかプラスで稼いでくれるとっても心強いスキルになるかと思います。正直普段からそれくらい集めてほしいんですけどね。リサーチが早めに頭打ちになり出す通常若草では特に強力だなと思っていて、 EX のデバフもないので積極的に採用するのがおすすめです。一方 EX の場合はほぼ確実にお手伝いスピードプラス 15% のデバフを食らうことになりますし、エナジーも稼いだ分だけ答えてくれる EX なので、エナジーが稼ぎづらいポケモンを採用するのはどうなんだみたいなところもあって、先ほどのお香のための目標エナジーとかそういったものとの兼ね合いでどの程度編成するのかっていうのは考えてもらえたらなと思いますね。そんな夢のかけらゲット S でした。ってことでホリデーでやりたいことをまず一つ目、夢のかけらを稼ぐ、エナジー稼ぎ、各種お香、夢のかけらボーナス、夢のかけらゲット S、ぜひこれらを意識して夢のかけらの最大化に努めてもらえたらなと思います。特にね、お香絡みはちょっと知ってるだけでも差が出るポイントになるかと思うので、何をいつのタイミングで使おうか、その日寝る前のエナジーで判断したりとか、臨機応変に動いてみてほしいなと思います。そんな夢のかけらを稼ぐでした。それではホリデーでやりたいこと2つ目は
ポケモンをゲットするですね。トゲデマル、アルクジラ、ホリデータマザラシに加えて、過去のホリデーでピックアップされていたポケモンたちも出現率がちょこっと上がりますし、色違いの出現率も上がっているってことで、こっちが本命ですっていう人もいることと思います。そんなポケモンのゲットでやれることは、分割睡眠、ポケモンのお香、パックを買う、EX に行かないとかになるかなと思います。言うてハードル高めで当たり前のことではあるんですけれども、解説軽くしていきたいと思います。まず分割睡眠。分割をすることでポケモンの出現数を増やしてピックアップに出会いやすくしたり、色違いに出会いやすくしたりする、古より伝わるポケモンスリープの王道テクニックですね。ポケモンのピックアップだったり色違いの出現確率アップって分割睡眠のリサーチにも効果乗るみたいなので、分割で常に1日16体とかリサーチできる方であればシンプルに2倍色違いのポケモンに出会いやすくなるはずです。ただしポケモン10体目以降の報酬って半分になってしまうので、かけら集めが主体だと損をする場面も出てくるかと思いきや、通常若草本島ではリサーチの頭打ちが結構早めに来るぜってお伝えしたと思うんですけれども、頭打ちになっちゃってがっつり下振れるくらいであれば分割した方が全然いいはずですね。おそらくね、3億4億いける方はうまいこと分割した方がトータルかけら稼げるんじゃないかなと思います。ちょっとね、パルは分割の知識も経験も全くないので、やられている方の動画とかをね、改めて探してもらえたらなと思います。分割もね、結構テクニックだったり慣れが必要なプレイングだと思うので、ぜひそこは有識者の力を借りてみてください。で、ニューイヤーのドリームコインとか飴 1.5 倍に関しては1日1回目のリサーチのみ適用されるボーナスになってるんですが、かけら2倍は全てのリサーチで適用されるので、特に通常若草本島で相性のいいテクニックが分割睡眠だと言えるかと思います。またね、例えば進化前のポケモンを狙いたいんだっていう場合にも分割が力を貸してくれるパターンもありそうだなと思います。眠気パワーが上がりすぎてしまうと、もっと強力なポケモンたちも抽選されるようになってしまって、結果的に進化前のポケモンに出会いにくくなってしまうみたいなことって起こるんですよね。分割睡眠はそういった部分にも有効なので、実はめちゃくちゃ有用で重要なテクニックだったりしますよね。ってことで、例えばね、何が何でもホリデータマザラシの色違いを狙うんだみたいなコレクターの方はぜひご検討ください。分割睡眠でした。ポケモンのゲットに関して続いてはポケモンのお香パックを買うですね。これもそのまんま見やすぎるんですけど、ポケモンのお香でお目当てのポケモンを呼び出すことでおそらく色違い確率アップが乗ってるっぽいので、ワンチャン色違いを狙ったりとか、ホリデーパックではアルクジラやトゲデマルのお香がごっつり入ってるので、それらを使って出現数を増やすっていう、極めて当たり前のことですね。なお今年のホリデーパックではいいキャンプチケットがリストラされてしまったようですし、昨年に引き続きサブスキルの種も封入されていないということで、年始のニューイヤーパックでサブスキルの種入りパックが来る可能性があります。昨年同様であれば5000ダイヤのパックになるかと思うので、バチボコにサイズでかいんですが、パル的にはそっちを買うのかなとなんとなく思っているので、ダイヤの使い道は慎重にご検討なさってください。タイミング的にはね、普通に幸運のお香を買ったりとか、単品でいいキャンプチケットを買うっていうのもいいんじゃないかなと思います。そんなポケモンのお香パックを買うでした。ポケモンのゲット、ラストは EX に行かないですね。さっきの分割睡眠と合わせて狙いのポケモンがいるのであれば通常若草の方がいいかもしれないよっていうお話です。もうね、皆さんフィールド大体決められてるかとは思うんですけれども、一応お聞きください。EX って通常若草本島と違って極端に下振れしにくいフィールドになっています。眠気パワーを使い切りやすい構造システムなんですよね。その結果リサーチの大半が絶食枠みたいなことが結構しょっちゅう起こります。絶食枠についてはこちらの動画をご覧ください。すっごいざっくり言うと、ピックアップのポケモンに出会える確率他のフィールドより低いんじゃねっていう話です。また特に無進化ポケモンのトゲデマル、
EX って無進化ポケモンは星1ネガオでも必要な眠気パワーがかなり大きくなっているので、 EX と通常は格差で、特にトゲデマルは出現率に結構差が出るんじゃないかと思ってます。直近のねデカ盛りウィークの時、中ピックアップだったミカルゲ、グッドスリープデーの時以外まともに出てきてくれなかったんですよね。2アカウントあって両方とも。なので EX のトゲデマルはそもそも出会うハードルが若干高いかもしれないってことで、トゲデマル推しの方なんかはちょこっとね気にしてみてください。 EX は EX で色違い確率アップのボーナスが二重でかかるので見どころもあるんですけどね。何を取るかというお話になります。そんな EX に行かないっていう選択肢も知っておいてもらえたらなと思います。ってことで、ほとんど当たり前のことしか言わなかったんですが、ホリデーっていろんなイベントの中でも特に分割睡眠の適性が高いイベントかと思うので、興味があればぜひ有識者ニキネキの動画を探してもらって、色違いトゲデマルとか狙ってもらえたらなと思います。そして分割有識者ニキネキいらっしゃれば、ちょっとねパルが言ってることをここ間違ってるぜみたいなところあれば、ぜひコメントでご指摘いただけますと大変助かります。本当にちょっと全く詳しくないのでよろしく頼みます。そんな分割睡眠、ポケモンのお香、パックを買う、EX に行かないの3種類、ポケモンをゲットするでした。さあ、ホリデーでやりたいことラストは、アメブーストですね。アメブーストはやりたいことであるのと同時に、夢のかけらのことを考えると極力やりたくないことでもありますね。いよいよね、鍋拡張の夢のかけらは半端ではないことになり、鍋拡張78から81への120万かけらが頭打ちだったとしても、次回の拡張に必要な量4回分だとしたら、ミニマム480万なんですよね。で、これまで通りの伸び率でかけら増えていったら、1000万を超えると思うので、やばくない？これ何のゲーム？なんかの金融ゲームかなんかですか？てなわけで、かけらのご利用にはね、より注意してお使いいただけたらなと思います。そんなね、アメブーストで気をつけたいことは、今すぐ使う意味はあるのか、高レベルに注意、この2点になるかなと思います。まず、今すぐ使う意味はあるかなんですが、2025年のミニアメブーストって全10回、合計3500個分の飴をブーストすることができてたみたいなんですよね。これ、ホリデーアメブーストと同じ飴の数なんですよね、3500個。そしてホリデーブーストは夢のかけらの消費量が大きくなりますので、ミニを待っていられない、ミニだけでは飴が足りないっていうポケモンを、厳選して使ってあげるといいんじゃないかなと思います。で、先週の動画ではアメブーストおすすめのポケモンとしてミニ竜やタツベイを挙げました。まずね、これらのポケモンは進化するところまでいかないと強さが引き出しきれませんし、タツベイなんて飴もまだまだ足りないことと思います。こういうポケモンであれば今やる価値が高いんじゃないかってことで例に挙げました。なので、ホリデーアメブでこそやる価値の高いポケモンを厳選してみてください。そんな今すぐ使う意味はあるかでした。で、もう一つ注意してもらいたいことは、高レベルに注意ですかね。もともとアメブーストって初心者の方が環境に追いつけるように、低レベルのポケモンに使いやすいように的な理念があったような気がします。実際ね、低レベルであれば夢のかけらの消費量ってそこまで法外な量にはならないですし、アップデートによってレベル30までの飴による経験値がさらにアッパーされるっていう、ある意味追加のね調整まで入ったので、低レベルであればそれなりに積極的に使用してしまってもいいんじゃないかなと思ってます。食材のポケモンであればレベル30でも十分活躍できるかと思いますし、ウパーとかストリンダーとか飴を共有しているポケモンたちも飴とかけらを最低限温存しつつ即戦力にはできるラインに育てられたりもするので、ホリデーアメブは極力低レベルのポケモンに、そして高レベルのポケモンをどうしても育成したい場合はミニを待てるかどうかっていうのを検討してみてください。今年2025年はホリデー後約1ヶ月でミニアメブーストが来ていました。ぜひね、そこの350個まで見据えてみてほしいなと思います。そんな高レベルに注意でした。ってことで、アメブーストぜひねやっておきたいところではあるんですが、昨年よりもかけらを温存しておく価値が高まっていそうなんじゃないかって雰囲気を感じるので、
昨年メタモンに100万かけら使ってレベル60に上げちゃった TB のパルではあるんですけれども、今年はね、もうちょっと慎重にポケモン選んでいきたいなと思います。ちょっとね、近日中に誰のレベルを上げようと思っているか、そして誰を上げようと思っていたけどやめることにした理由が何かみたいな動画もアップしようかなと思ってます。ホリデーに間に合いませんでした。3500個使い切ることはかけら的にもないだろうと思ってるので、大丈夫やろっていう計画をガバガバにすることで節約するというライフハックということにしたいと思います。そんなわけでね、ホリデーでやりたいことまとめ、夢のかけら稼ぎ、ポケモンのゲット、アメブースト、どれかに特化して遊んでも面白いでしょうし、普通に遊んでてもね、それなりに問題はないかと思うんですけれども、ぜひお香のタイミングであるとか、アメブーストとかを、細かいところをちょっとでもね、意識してもらえると、より目的がはっきり見えてきたりとか、さらに主体的にこのイベントを楽しむことができるかと思います。そういったね、細かい積み重ねが後々効いてくるんじゃないかとも思いますので、年一のお祭りイベントではあるものの、したたかに徳を積んで、色違いのポケモンたちに出会いまくれるように遊んでもらえたらなと思います。そんなホリデー2025でやりたいことまとめでした。皆さんはどのタイミングで何のお香を使う予定でしょうか？ぜひね、コメントで教えていただけますと幸いです。そしてホリデー、色違いが出まくることを祈っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドやハイプで応援いただけますと徳が積まれて色違いのポケモンに出会いやすくなったっていい。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。今日も遅くなってすみませんでした。それではいよいよね、2025年の締めくくり、ホリデーイベントが参ります。トゲデマルたちの能力非常に気になりますよね。頑張ってそちらも動画作っていきたいと思います。それでは来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ、ハッピーホリデー。